5月7日木曜日に行われたアルバルク東京対長崎ベルカの試合のゲームレポートです。いつもアルバルク東京への応援ありがとうございます。5月7日木曜日に開催された長崎ベルカ戦は、前半は主導権を握りリードを奪いましたが、後半に相手のペースに持ち込まれて逆転を許しました。そこから流れを引き戻すことはできず、悔しい敗戦となりました。本日も遠いアウェー会場、そして PV 会場や配信を通してのたくさんのご声援、本当にありがとうございました。負けられない明日のゲーム2、全員で挑みます。明日もチームへの後押しをよろしくお願いします。りそなグループ B リーグチャンピオンシップ2025-26クォーターファイナル長崎ベルカ戦ゲーム1のレポートです。試合は2026年5月7日木曜日、ハピネスアリーナ長崎県長崎市にて行われました。最終スコアはアルバルク東京78対長崎ベルカ93でした。各クォーターのスコアは、第1クォーターが20対22、第2クォーターが22対14、第3クォーターが15対30、第4クォーターが21対27となっています。ゲームリキャップをお伝えします。スターターは背番号2番大倉選手、背番号11番サイズ選手、背番号17番フォスター選手、背番号22番ロシター選手、背番号75番長壁選手でした。第1クォーター、最初のポゼッションで背番号5番ヒョンジュン選手のスリーで先制され、序盤からアリーナのボルテージは上がりました。そんな中でも両者集中力高くシュートを決め合います。序盤は背番号22番ロシター選手がしっかりファウルをもらい、フリースローも沈めるなど応戦しました。最初の5分で15失点とややハイペースで進み、オフェンスリバウンドからセカンドチャンスを許す場面も目立ちました。しかしクォーター後半は相手の流れを食い止め、途中出場の背番号9番安藤選手も少ないチャンスをものにし、しっかりスリーを沈めます。2点ビハインドで最初のクォーターを終えました。第2クォーター、背番号9番安藤選手がディフェンスとの間合いを見逃さずリングを射抜き、スリーで先制して逆転します。ディフェンスリバウンドも抑えましたが、一瞬の隙を狙われボールを奪われると、相手にもスリーを許しました。背番号9番安藤選手がチームの流れの中でしっかりドライブを決めるなど躍動し、さらに背番号11番サイズ選手の連続得点などで6対0のランを作り前に出ます。その後、一時は7点リードとするも、いいショットで終われないオフェンスが2ポゼッション続きました。両者停滞する中、背番号3番テーブス選手がジャンパーを沈めます。このクォーター、背番号11番、サイズ選手がフリースロー8本中8本成功を含む10得点の活躍を見せ、6点リードで前半を折り返しました。第3クォーター、長崎の背番号25番、ミッチェル選手にミスマッチを効率よく突かれるなど連続得点を許します。対して背番号75番、長壁選手もボールをハンドリングしながら、攻め気を忘れずリングを狙っていきました。しかし、ここからターンオーバーからの速攻なども含め、0対6のランを許して1点差まで詰め寄られ、後半1回目のタイムアウトを要求しました。タイムアウトを挟んでも流れは止められず、残り4分半を切ったところで、早くも2回目のタイムアウトを要求。しかし、前線からのプレッシャーにターンオーバー、さらにスリーポイントのバスケットカウントを与え、一気に0対19のランを許してしまいます。残り3分を切ったところで背番号22番ロシター選手のフローターで流れを断ち切ると、背番号3番テーブス選手がディフェンスから速攻を自ら持ち込みエンドワン。背番号17番フォスター選手も力強くねじ込み7対0のランを作りました。その後はジョンソン選手と背番号17番フォスター選手が決め合いますが、最後に連続得点を許します。このクォーターは15対30と相手のペースに引きずり込まれ、9点を追いかけて最終クォーターへ。第4クォーター、背番号10番ザック選手がミスマッチをついてポストアップで先制。ミスマッチから崩されますが、背番号75番長壁選手、そして背番号3番テーブス選手が自らこじ開けてスコアするなど意地を見せます。8点を追いかけてオフィシャルタイムアウト。その後も要所でターンオーバーが出て、速攻を決められ12点差に広がりました。
背番号0番デイビス選手もオフェンスリバウンドからバスケットカウントを獲得するなど気迫を見せます。しかしディフェンスでストップができません。それでも背番号0番デイビス選手のジャンパー、そして背番号22番ロシター選手のスティールから速攻を決めて残り1分半で9点差。しかし最後まで流れを奪うことはできず試合終了。ゲーム1は悔しい敗戦を喫しました。スタッツリーダーズです。得点では背番号0番ブランドン・デイビス選手が14得点、背番号17番マーカス・フォスター選手が12得点、背番号22番ライアン・ロシター選手が12得点、背番号11番セバスチャン・サイズ選手が10得点、背番号3番テーブス・カイ選手が9得点を記録しました。リバウンドでは背番号0番ブランドン・デイビス選手が8リバウンド、背番号22番ライアン・ロシター選手が7リバウンド、背番号11番セバスチャン・サイズ選手が3リバウンドを記録しました。アシストでは背番号3番テーブスカイ選手が4アシスト、背番号22番ライアン・ロシター選手が4アシスト、背番号75番長壁大輝選手が4アシスト、背番号17番マーカス・フォスター選手が3アシストを記録しました。EFF では背番号22番ライアン・ロシター選手が23、背番号0番ブランドン・デイビス選手が15、背番号11番セバスチャン・サイズ選手が15、背番号17番マーカス・フォスター選手が14を記録しました。試合後コメントです。デイニアス・アドマイティス HC のコメントです。試合の総括についてお聞かせください。ディフェンスではいくつかミスもありましたが、後半だけで57失点しているのは受け入れられません。これはメンタリティの問題であり、ディフェンスをしようという姿勢が見えませんでした。特に相手の速攻を止めるためのファウルもできていませんでした。まだボーナスでない状況でもファウルが使えず、2プラス1を与えてしまうなど、全体的にディフェンスがソフトすぎました。そしてオフェンス面でも相手のアグレッシブさに対して対応できず、後半は10ターンオーバー、そこから簡単に得点を許してしまいました。それが相手にリズムを与えてしまった要因です。チャンピオンシップにはどのように臨まれましたか？プレーオフはレギュラーシーズンとは全く別物。レギュラーシーズンは試合数も多いですが、プレーオフは3戦2勝で短期決戦。だからこそ自分たちがやるべきことにしっかり集中する必要があります。特にターンオーバーについては強く意識していて、簡単にミスをしてはいけないという話をしていました。そして相手のアグレッシブなディフェンスに対してこちらもアグレッシブに戦うこと。プレーオフは甘くないし楽なものでもありません。ハードに戦わなければいけない。それが当たり前です。ただ後半のディフェンスは全くできていませんでした。57失点という数字が全てを物語っています。とにかく戦うことです。シンプルに競り合うこと。それは戦術の問題ではありません。試合中にいくつか戦術的な修正はしましたが、それは個々がパフォーマンスできていなかったからです。そこが一番受け入れられない部分です。オフェンスでうまくいっていないからこそ戦術を変えました。自分たちはコンタクトを避けてしまい、ファウルをすることもタフにプレーすることも怖がっていた。プレーオフはタフに戦うための場であり、タフでなければいけません。それが当たり前です。でも実際には、これで十分だろうとどこかで受け身になってしまっていた。そうではない。全く違います。最も重要なのは、どれだけタフにプレーできるか、どれだけ体を張ってプレッシャーをかけられるかということです。レギュラーシーズンで戦った長崎との再戦でしたが、いかがでしたか？相手はレギュラーシーズンとは全く違うメンタリティで臨んできますし、こちらも同じように対応しなければいけません。レギュラーシーズンの結果は何の意味もありません。前半は自分たちも非常に良いプレーができていました。ただ、ハーフタイムでも話した通り、第3クォーターの入りから相手はフィジカルとアグレッシブさをさらに上げてくる。それに備えなければいけないと伝えていました。しかし、分かっていることと実際にコートで遂行することは別です。相手は実際に強度を上げてきましたが、こちらはそれに対応できませんでした。例えばレフェリーのコールも、それは言い訳にはなりません。1クォーターで5ターンオーバー、別のクォーターでも5ターンオーバー、
そしてターンオーバーから20失点。プレーオフでは相手は自分たちの強みを徹底して出してきます。平均91得点のチームに対してどう抑えることができるか。セカンドチャンスで約9点。ターンオーバーからも約10点を与えてしまっている。ここは必ず改善しなければいけない部分です。繰り返しますが、後半はフィジカルの部分で完全に消えてしまっていました。背番号10番ザック・バランスキー選手のインタビューです。試合の総括についてお聞かせください。もうすべて明日に切り替えて、もう明日勝つしかないと思ってます。自分たちから自滅せず、審判と戦わず、もっと自分たちのコントロールできることを意識しなきゃいけないなと思っています。前半はアルバルク東京の時間が長かったですが、後半崩された要因は何だとお考えですか？相手がインテンシティを上げてきた時に、自分たちはそこを上げられなかった。そのプレッシャーに、ターンオーバーを連発したり、みんなで戦わなきゃいけないところでバラバラになってしまったり、CS というこの高い強度、高いプレッシャーのバスケの中で、自分たちがそのレベルに後半は持っていけなかったです。自分たちで崩れたと思ってますし、相手の勢いに飲み込まれて、自分たちで自滅したと思います。相手も50-50ボールなど執念を感じましたが、ザック選手も身体を張っていましたね。もちろん CS は50-50の1個のボールが勝敗を分ける可能性のある試合が続くと思ってます。前半リードしてたものの、相手のウイング陣に結構リバウンドを取られたり、繋がれて、そういうほんと入りからの細かいところ、一人一人がもっと意識しないといけないと思っています。自分もファールの使い方だったり、うまくできたところは全然あったから、一人一人の1個、2個のミスっていうか、賢いプレーを最後まで徹底してやらなきゃいけない。アルバルク東京らしいプレーが足りなかったとお感じですか？ CS なのに気持ちが見えてないじゃないけど、薄い。もっともっと一人一人が2分出ようが、30分出ようが、その中で出し切るつもりでやらなきゃいけない。泥臭さとか、死に物狂いで勝ってやろうっていう気持ちが、一人一人足りなかったと思います。明日やるしかないです。勝つのみです。ネクストゲームです。りそなグループ B リーグチャンピオンシップ2025-26クォーターファイナルは2戦先勝方式です。長崎ベルカが現在1勝しています。ゲーム2は2026年5月8日金曜日19時5分ティップオフ。ゲーム3は2026年5月10日日曜日15時ティップオフです。なお、ゲーム3はゲーム2を終えて1勝1敗の場合に開催されます。対戦相手は長崎ベルカ。会場はハピネスアリーナ長崎県長崎市です。詳しい試合情報は長崎ベルカ公式ウェブサイトをご覧ください。以上、5月7日木曜日に行われたアルバルク東京対長崎ベルカの試合のゲームレポートでした。